昇格物語バリアントダンジョンの全ルート全ボス解説とアナザーバリアントダンジョンの全ボス解説です。この順でいきます。まずはこちら。結論から言うとこれです。わかりにくいところをピックアップします。まずはこちら。壊れかけの柵っていうのはここのことです。続いてこちら。この岩3箇所に攻撃を当てます。今回はすでに2箇所光らせているので、残り1箇所の光らせ方を実演します。続いてこちら。近寄って光らせる岩3箇所はここです。続いてこちら。吸い込ませるガラス片はこいつらです。最後の隠しルート、2ボス直前の虹の舞台でエモートお辞儀をします。セイチャットで愛しき友よと言います。床を緑、紫、ピンク、青の順に踏みます。これで OK です。ルート解説は以上です。続いてバリアントダンジョン6体のボスを解説します。まずはルフからサンドボール、フィールドに3つの弾が発生します。この後来る奥義範囲に当たった弾が大きくなります。小さいままの弾の後ろあたりに近づき遠範囲攻撃を回避します。続いて同じような攻撃が来ますが、今度は1個だけ弾が隠されてしまいます。隠されるだけで消えるわけではありません。なのでさっきと同様、今見えてる2つの弾も隠されてる1つの弾もこの後奥義範囲に当たってでかくなるか把握して、でかくならなかった弾の後ろに隠れれば OK です。バニシングミスト、今度はボス自身が見えなくなります。が土煙は立っているのでそこから大きく離れます。発生位置から巨大円範囲が来るので回避しましょう。シーゾンウィンドウ、8個の種が発生し、その後すべての種を隠してきます。1箇所だけ種がないところがあるので頑張って覚えておきます。3度台風、時計回りまたは半時計回りに連続奥義範囲攻撃です。見たまま避けます。外周に居すぎると回転が間に合わないので内側で避けましょう。この時さっき覚えておいた種がないとこを見失わないようにしましょう。シーズグロー、さっき種がなかったところに移動します。種からの円範囲を回避できます。続いて別ルートのギミックです。爆弾が3つ発生した後、3つの爆弾から距離減衰攻撃が来るので画面の位置に立ってしのぎます。斜面の方から予告通りに岩が転がってくるので見たまま回避します。と同時にボスから前方の奥義範囲攻撃が来るので同じように回避します。ルッフの解説は以上です。続いてランプのせい、マジカルクラッカー、左右から奥義範囲攻撃です。元気な方のクラッカーからの範囲が広いので元気じゃないクラッカーの方のこの位置に移動します。これがもう1セットきます。パレード・オブ・ワンダーズ全体攻撃です。マジカルスパークラー、ボスが最初に手を挙げた方から直線範囲攻撃です。その後逆からも直線範囲が来ます。
サモンエアシップ、外周から3隻の船とその進路が発生します。網だくじのように下ってくるので引かれないようにしましょう。紫の部分が進路なので青い部分にいれば OK です。ただしボスがどちらかのレバーに線をつなぎ、そっちのレバーを操作して進路を変更させてきます。なのでそれを加味した位置に動く必要があります。今回の場合ここがレバー操作されて切り替わるので、最終的なアンチはこっちです。なお船の直線範囲は床の紫よりも広いので、少し大げさに紫の範囲からは離れましょう。マジカルクライマックス全体攻撃です。パイロマジックス、外側から矢印の進行方向に円範囲が連続で発動します。一度着弾した場所の真ん中に入るように動きます。これを繰り返せば被弾することはほぼありません。ただしボスからも直線範囲が来るので合わせて避けます。別ルートの攻撃パターン、外周に雑魚が発生します。雑魚から直線攻撃が来るので2方向雑魚がいないラインに立ちます。同じ攻撃がもう一回来ます。今度は足元円範囲も気にしつつ避けます。さらに別ルートのギミック、レインボーロード、でかい円範囲を普通に避けます。この後その着弾点から虹のように弧を描き、その終点からでかい円範囲が再び発生します。虹の終点にもなってないところに駆け込み回避します。同じ攻撃がもう一回来ます。今度はボスからの奥義範囲も避けつつ対処します。ランプの性の解説は以上です。続いて人魚ダリア、ピアシングプランジ全体攻撃です。コールファミリア、外周に雑魚が発生します。エコードセレナーデ、楽譜に表示されている雑魚の順番に直線範囲が来ます。今回はタツ、変なやつの順番なのでその通りに回避します。全く同じ攻撃が来ます。同じように回避します。サージングカレント、ちょっと分かりにくいんですが、ただの奥義範囲攻撃です。スイムインエア計7つの水球が発生します。四隅1箇所だけ水球がないところに駆け込みます。サンケントレジャー4箇所に巨大な水球が発生します。ひび割れた後に円範囲が発生します。1箇所だけひび割れてないところがあるのでそこに駆け込みます。ただしその水球も直後にひび割れるので、今度はその水球から大きく逃げます。同じ攻撃がもう1セットきますが、足元円範囲が来るのでそれを避けつつアンチへ入ります。ラウンドダブルタイド、まず円範囲が発生するので普通に回避します。直後にドーナツ範囲が来るので内側に入って回避します。ビッグウェーブ、同じ攻撃が2セットきますが、1セット目盛大に失敗しているのでスキップします。2セット目を元に説明します。
まず外周どこかに円範囲が発生します。この後逆サイドから水しぶきが上がるので事前にそっちに移動しておきます。水しぶきから4マス分ノックバックされるので円範囲が発生していないくぼみに飛び込めるように立ちましょう。なおアムレンまたは堅実魔を使っていればノクバを無効化できます。またノクバ中にボスへの飛び込み攻撃を使うとノクバを実質無効化できるのでご参考まで。再び生き物を呼んで奏でてきます。今度は4回も直線範囲が来るので頑張って避けます。同時にボスからドーナツ円または円ドーナツの順で攻撃が来ます。2発目の生き物攻撃とともに最初のドーナツが発動し、続いて3発目の生き物攻撃とともに円が発動します。2発目に内周行ってドーナツをしのいだ後はすぐ逆側、つまり外周に行きつつ3発目を避けましょう。最悪 1,2 発を被弾する分にはって感じなので、最初のドーナツ予兆は見てからゆっくり避ける。ただ次の円はとっとと避ける。これを意識しましょう。別ルートのギミックです。生き物からの直線範囲が来るのは同じ。さらに外周からゆっくりその人めがけて水の泡がやってくるので適当に避けます。さらに別ルートのギミック、床何マスかにダメージ床が発生します。ここで強制移動デバフが付与されます。デバフの秒数が切れた瞬間、そっちの方向に強制移動します。さらに足元円範囲が2回発生するので回避します。結構わちゃわちゃするのでデバフの残り秒数を見て切れる瞬間に適切な向きを向いておきましょう。なお移動距離は2マス強です。さらに別ルートのギミック、シースレスカレント、外側から矢印の進行方向に円範囲が連続で発動します。攻撃が着弾したマスに飛び込む形で移動すれば OK です。人魚ダリアの解説は以上です。続いてソードマスター、四方強調。自分の4方向のうちどれか1つが赤く潰されます。この赤い方向から次攻撃を受けると大ダメージを受けるという仕組みです。以降弱点方向と呼びます。幻影硬派奥義範囲攻撃です。見たまま避けます。直後外周から刃が発生します。地面の矢印の方向に刃が飛ぶので弱点じゃない方向から刃を食らうように位置調整します。使用破天撃、ボスから4方向への攻撃が来るので同じく弱点じゃない方向から受けます。地裂8葉、円範囲が2つ発生し、その発動後それぞれから8方向直線範囲が来ます。自作円波、3つの AOE が3回発生します。3回目の予兆に立ち、1回目発動後の跡地に駆け込んで回避します。天界交差山、円ドーナツの予兆が時間差に発生します。1つ目に出た予兆のアンチに入って1つ目の攻撃が発動したらその跡地に入ります。同時に何名かにマーカーがついて円範囲攻撃が来るのでマーカー同士が被らないように避けましょう。今度は2箇所が弱点属性にされます。外周から人めがけて AOE が発生します。これは外周方向の刃からその人めがけて直線または L 字に追従して攻撃してくるというものです。こんな感じで赤い方向から食らわないように位置調整します。
剣気解放。4つの岩が発生します。その後再び弱点方向が決められます。外周から再び刃が来ますが、今回は自分が左右どっちも弱点属性なので一見積んでますが、岩に隠れればしのげるので刃が来る方向から岩に隠れるような位置に行きます。ただしどの岩に隠れてもいいかっていうとそうではなくて、岩にも弱点方向が設定されていて、弱点を突かれた岩は即壊れるので壁になってくれません。今回のように弱点突かれていない岩の影に隠れましょう。再び弱点方向が設定されます。そしたら弱点じゃない方向が正面になるようカメラを回転させます。外周から刃が来るので弱点じゃない方向で2枚の刃を受けます。まずは前方の外周に注目。左右から刃が必ず2枚見えてるはずです。その刃に2枚とも当たりに行くように動けば OK です。例えば今回で言うとマップ真ん中が4箇所に区切られてますが、両方とも刃を食らいに行ける場所はここなので、この1マスが正解の立ち位置ということです。別パターンの別ギミックです。自分にプラスかマイナスがつき、さらに床にもプラスかマイナスがつきます。同じ磁力同士だと宙に浮きます。圧縮剣気、ボスからのノックバック攻撃です。浮いている状態でボスのノックバックを受けると外周に飛ばされてしまうので地面につくようにしましょう。直後にいろんな AOE が発動しますが、逆に宙に浮いてると無条件で回避できます。普通に地面にいてアンチで避けてももちろん OK です。攻撃古老戦、ボス前面の範囲攻撃です。背面に回避します。再びノックバックが来ます。同様に地面で処理します。これで OK です。別ルートのギミックです。やけくそに足元 AOE が出てくるのでとにかく回避します。その間円ドーナツの攻撃が来るので同様に回避します。四隅どこかからの距離減衰攻撃が来るので逆サイドに回避します。最後にボス全面範囲攻撃を回避します。別ルートのギミックです。岩が降ってきてその岩と電極で結ばれます。同じ極性なら次に吹き飛ばされて、違う極性なら引き寄せられます。さらにボス中心のノックバックが来ます。まず極性による引き寄せかノクバが発動し、その後間髪入れずにボスからのノクバが発生します。そうなることを見越してこの時点で計算して立っておきます。口で説明しても伝わりにくいと思うので実物を参照ください。まず磁力の効果が発動します。そんでそのままボスからのノクバが発動します。これで OK です。ソードマスターの解説は以上です。続いて火星ペリです。熱波全体攻撃です。演武3回予兆が発生し、その後そこに直線範囲が来ます。予兆は普通に避けつつ、突進先の終着点でドーナツ範囲があるのでボスに近づきましょう。全く同じ攻撃がもう1セット来るので対処します。右方演武2連、ボスが矢印の方向に反面回転というのを2回やります。今回のように同じ方向に2回矢印が出たときは、まず矢印じゃない方向に待機して、一発目が発動したら逆方向に移動すれば OK です。もし矢印が時計回り、半時計回りみたく逆方向に出てきた場合は、最初のアンチでボケッと突っ立ってれば OK です。魔力の戦績、宝石が出た位置から十字範囲攻撃が来ます。見たまま避けます。
さらにボスからの突進予兆も同時に出てるので引かれないようにしましょう。今回も終着点でドーナツ範囲が来るので注意しましょう。ボス足元に10時範囲予兆が出てる場合もありますが、ドーナツ範囲が発動してから遅れて発動するので気にせずボス足元に駆け込みましょう。いたずらな妖精が現れてフィールド全体を AOE で埋めます。ただしその後鳥さんがどれか一つの妖精を吹き飛ばしてくれるので、結論鳥さんの足元に行けば OK です。別ルートの別パターンです。妖精に対して鳥さんが突っ込んで遠範囲攻撃をしてきます。結論妖精から離れていれば OK です。別ルートの別パターンです。人面精霊が発生します。円範囲が矢印の方向に少しずつ移動するので回避します。2回目は宝石からの十字範囲と複合しますが、必ずアンチがあるので同じように回避します。別ルートの別パターンです。宝石が出てきてシャッフルされるので、宝石がないやつを追ってその直線上に立ちます。作法演武3連、さっきの矢印回転ギミックが3回連続になります。覚え方のコツとしては、まず最初のアンチに立って2発目の回転方向が1個前と同じでしたね。この場合アンチは逆サイドなので逆サイドに動きます。で3回目も同様に回転方向が1個前と同じでした。なのでアンチはやっぱり逆サイドです。というわけで一発目しのいだ後、逆サイドに動く逆サイドに動くという感じ。これで OK です。1個前の回転方向と同じなら逆サイドに移動、1個前の回転方法と逆なら同じサイドにとどまると覚えましょう。怒りの炎全体攻撃です。円光、足元からじわじわ広がる円範囲が多数発生します。見たまま避けます。円範囲予兆がちょうど消える瞬間しか攻撃判定はないので慌てずに動きましょう。以降は気質ギミックです。火星ペリーの解説は以上です。最後に隠しルートのボスダンダーン、マーキーウォーター全体攻撃です。捕食、ボスから誰かに向けた突進攻撃です。ビリヤードみたく1回跳ね返ってから突進します。ただし発動まで少しタイムラグがあって、その間にボスが対象を追尾するので緩やかに逃げ続けましょう。この間も黄色い矢印からは大きく離れましょう。放出、突進先からフィールド中央への巨大な扇範囲です。アンチがボス側にしかないので近づきましょう。さらに同時に円範囲マーカーもつくのでお互い離れましょう。テンタクルスティング、触手2本から直線 AOE が発生しフラフラ動きます。
根元に攻撃発動までのカウントが表示されて0になった直後の向きで攻撃が発動するので、カウントをよく見ていい感じに避けましょう。バブルストゥルー、外周から泡が発生しゆっくり動くので避けます。さらに同時に足元から巨大円範囲が来るので回避します。さらに水玉が2つ発生して、そこから外側に広がっていくドーナツ範囲攻撃が発動します。予兆発生から発動までそこそこ時間があるので見たまま避けられるはずです。続いてボスが水面に潜り下から襲ってきます。いかにもヤバそうなところから離れて回避します。で、これまでのギミックがいっぺんにやってきます。ご覧の通り突進される人含めて全員が時計回りにゆっくり回りつつ避けると多少マシです。さらに泡と触手カウント攻撃の複合です。一回泡を通過したところは安全なので、そこのエリアでカウントを見て触手を避けましょう。以降は気質ギミックです。バリアントダンジョンのボス解説は以上です。続いてアナザーバリアントダンジョンのボス解説です。全体通じた考え方として、全員が蘇生とヒールが使えることから立て直しが効きやすいため、なんか3回図とか決めてかっちりやる必要ないと思ってます。なので解説もざっくりめでいきます。まずは人魚ダリアから。ピアシングプランジ、全体攻撃です。コールファミリア、外周に生き物が4種類登場します。エコードセレナーデ、ボスが1種類ずつ生き物を奏でて、奏でる順に攻撃が発動するので回避します。まずは生き物の順番を覚えます。今回はカメ、カニ、タツ、変なの。そしたら全ての生き物の境になるこの辺りに待機して1匹目から順番に避けます。三件トレジャー、丸い泡2つとドーナツの泡4つ、計6つが発生します。この後丸い泡1つだけひびが入らないので、それに注目します。ひびが入らなかった丸泡の方にあるドーナツ足元2つがアンチになるので駆け込みます。ただし同時に何名かにエンハイマーカーがつくので、その人たちはアンチが被らないようにしましょう。さらにひび割れしなかった丸泡が遅れてひび割れします。クソデカ円範囲を放つので丸泡から離れます。ハイドロキャノン、ヘイト1位への直線強攻撃です。アクアスピア、フィールドにダメージ負荷が発生します。継続ダメージデバフがつくので乗らないようにしましょう。水の鎖、キャラ同士が線でつながれます。以降この目印以上常に離れ続ける必要があります。さらに外周、水の柱から吹き飛ばしがきます。鎖でつながっている人同士は距離を保ったまま3マスノックバックできる位置に移動します。アムレン剣術魔や飛びつきスキルを使ってしのぐことも可能です。これがもう1セット来るので同様に処理します。
スイムインエアフィールドに7つの水砲が発生します。水砲が出なかった四隅2箇所がアンチなので見極めてそこに駆け込みます。ただし誰かに頭ありマーカーと水砲マーカーが発生するので、この2人は被らないようにしつつ、何もマーカーがつかなかった無色の人は頭ありマーカーの人についていって頭ありしましょう。再び鎖でつながれるので一定以上離れます。シースレスカレント、マップ4辺のうち2辺から進行方向に順番に発動する直線攻撃が発生します。と同時に足元から90度の扇範囲攻撃予兆も発生します。一旦扇範囲予兆のアンチへ移動します。で、奥側から順次エクサが発動するので、近くに発動した直線範囲に乗りに行く感じで移動します。チャーミングオーダー、5区に片足突っ込んだムズギミックです。まず強制移動デバフが付与されます。デバフの時間切れとともにその方向に移動させられます。各自なんとなく四隅に3回しておきます。アクアボール、足元に円範囲が発生するので適当に避けます。デバフの秒数が0になるタイミングを見極めつつ、各自が最初に退避した四隅に約2マス分強制移動して到達できるように立ちます。っていうのが一つの解放っちゃ解放。まあでも誰でも蘇生して立ち直せますから、ふわっとやればいいと思います。コールファミリア、再び生き物が発生し同じように奏でてくるのでまず覚えます。タツ、変なやつ、カメ、カニで同じように回避します。今回は生き物が互い違いに配置されるので分かりにくいんですが、必勝法はありません。頑張って避けましょう。さらに途中でボス中心のドーナツ範予兆か円範予兆が発生します。今回はドーナツ範予兆でした。予兆発生直後はビビるんですが、意外と発動までは長いので、まずは焦らず1発目の生き物を回避してから2発目の生き物を回避するぐらいのところでドーナツのアンチにも入ります。ただし今回ドーナツなら直後に円範囲が、今回円範囲なら直後にドーナツ範囲が発動するので、2発目に内周行ってドーナツをしのいだ後はすぐ逆側、つまり外周行きつつ3発目を避けましょう。最悪 1,2 発被弾する分にはって感じなので、最初のドーナツあるいは円予兆は見てからゆっくり避ける。ただ次の円かドーナツはとっとと避ける。これを意識しましょう。以降は気質ギミックです。人魚ダリアの解説は以上です。続いてソードマスター、剣気解放、全体攻撃です。四方強調、自分の4方向のうちどれか1つが赤く潰されます。この赤い方向から次攻撃を受けると大ダメージを受けるという仕組みです。以降弱点方向と呼びます。爆炸強調劇、ボスから何名かに線がつき、線がついたプレイヤーに緑の方向エフェクトが出ます。この線が何を表しているかというと、線がついてるお前に緑色の方向から攻撃するよっていう意味の線です。なのでこのままだと弱点方向から攻撃を受けることになるのでまずいっていうこと。もしこういう人がいたら、その人とボスの間を横切ることで線を奪えるので奪ってあげましょう。変点硬派、見たまま避けます。外周から誰かめがけて AOE が発生します。これは外周方向の刃からその人めがけて直線または L 字に追従して攻撃してくるものです。こんな感じで赤い方向から食らわないよう位置調整します。展開交差山、リン、マーカーがついた人に攻撃が来るので、ボス周囲の剣エフェクトが1本の場合、マーカーついた人だけで1人受けします。剣エフェクトが2本の場合は、マーカー付きプラス誰かの計2人以上で受けます。と同時に展開交差山、リンなので、ドーナツハイも来るのでボスから離れすぎないようにしましょう。そしてドーナツハイの後すぐ円ハイも来るので逆にボスから離れましょう。灼熱残響、円範予兆が足元に合計4回出てきます。全員が1箇所に集まって時計回りに回ることでいい感じに捨てられます。途中十字範囲攻撃が来るので適当に避けます。
4発目を捨てる頃には1発目のダメージ床がちょうど消えるので都合1周すれば OK のはずです。最後に8方向攻撃が来ますが、ここまで全員が固まって捨てていれば見てから避けられると思います。展開交差山リン、先ほどと同じです。今回は剣が2本なのでマーカー持ちにもう1人が接近します。切り上げヘイト1位への強攻撃です。強調撃、この攻撃を受けた方向が弱点方向になります。適当に1箇所受けます。画面のように全員同じ方向で受けられるといいです。もう1回来るので90度だけ方向を変えて受けます。ここで弱点方向を180度対面にすると次積むので注意しましょう。そしたら弱点じゃない方向が正面になるようカメラを回転させます。幻影硬派4連、外周から刃が来るので弱点じゃない方向で2枚の刃を受けます。というのを4セットやるギミックです。まずは前方の外周に注目します。左右から刃が必ず2枚見えてるはずです。その刃に2枚とも当たりに行くように動けば OK です。例えば今回で言うとマップ真ん中が4箇所に区切られてますが、両方とも刃を食らいに行ける場所はここなので、この1マスが正解の立ち位置ということです。ただし随時足元に円範囲が出るので、それを避けつつアンチに入ります。さっき全員同じ方向に弱点属性をつけてたら全員アンチは同じになるはずなので、そのアンチ内で中途半端に3回しないようにしましょう。時差剣派3つの AOE が3回発生します。3回目の予兆に立ち、1回目発動後の跡地に駆け込んで回避します。八葉反響、全員に円範囲マーカーがつくので適当に外周に3回します。アドバンスドバリアントダンジョンなので3回位置は決めませんが、ただ外周ビタビタに行くっていうのは徹底しましょう。着弾地点から8方向の足元直線範囲が出るので空いてる跡地に駆け込みます。最後にボスから半面範囲が来るので回避します。剣気解放、全体攻撃とともにフィールドが変化します。続いて2箇所が弱点方向になります。さらにどこか1箇所弱点方向になるよう選ばされるので、4人全員がバラバラに3回します。4人の弱点じゃない方向がばらつけば OK です。この後鎖の予兆アイコンが頭上に現れるので中央に集合し、実際に鎖でつながれたら自分の弱点じゃない方向から刃を食らえるくぼみの位置に移動します。これで OK です。以降は気質ギミックです。ソードマスターの解説は以上です。最後に火星ペリ、熱波、全体攻撃です。右方演武、ボスが右半面焼くぞというモードのまま3回突進してきます。例えば今回の場合、こう潰れます。というわけでアンチはここです。避け切ったらボスの突進先へ集合します。ドーナツ範囲を回避して終わりです。幻影生成、外周に分身が1体発生します。半面を焼いてくるのでそっちじゃない半面に移動します。さらに炎の鎖エフェクトが頭上に発生するので一旦全員集合しておきます。続いてフィールドに赤い宝石が2つ発生します。この位置から十字範囲が来るので避けます。アンチは必ず2箇所発生するので、鎖がついた人同士は離れ合う形でアンチへ入りましょう。同じ攻撃がもう1セットきます。上り火、ヘイト1位への強攻撃です。作法演武4連、追尾、5区に片足突っ込んだギミックです。2つのギミックが混ざっているので1つずつ説明します。まず矢印の方、単に4連続で回転するから順番に左か右に移動するだけです。一旦自分についてる線は無視して矢印だけ見てみましょう。1回目、最初は分かりやすいです。アンチは左。2回目、1回目に半周時計回りした後にもう半周時計回りするのでアンチは逆サイドである右側。1個前の回転方向と同じならアンチは逆サイドと私は認識しています。
3回目、1個前の回転方向と逆なのでアンチは直前と同じ方向、つまりアンチは右側。4回目、1個前の回転方向と同じなのでアンチは逆サイド、つまりアンチは左側。というわけで左右右左、この通りに動きます。これで OK です。で、実はもう1ギミック同時に発生していて、この4回反面攻撃が発動している間、1回ずつ線がついている人に攻撃が発生しています。この線からの攻撃を2回食らうと NG なので、同じ人が2回食らわないよう、まだ1回も線を持ってない人が線持ちの人とボスの間を横切る形で線を奪い取ってあげましょうという動きをしていることを説明した上で、もう1回流します。先へ進みます。作法演武、虚虚実実。ダミーの予兆が2本増えるだけでさっきと同じです。ボスからの線だけに注目してアンチを特定して同じ動きをします。火星の呪い、円範囲か頭ありのデバフがつきます。再度赤い宝石が発生するのでアンチ2箇所を見極めてどっちかに入ります。円範囲デバフ持ちは他の円範囲や頭ありデバフ持ちから離れましょう。頭ありデバフ持ちと無色の人は固まって動いて頭ありを処理しましょう。玉石混合幻影。フィールドが十字で区切られます。その後外周に幻影2体反面攻撃を2回仕掛けてきます。必ずアンチはご覧の形になります。まずは落ち着いて1体ずつアンチを特定しましょう。外周こいつの攻撃はこっちの反面なのでアンチはこっち、そっち側に移動します。そしてこいつの攻撃はこっちの反面、アンチはこっち、そっち側へ移動します。攻撃が一斉にもろもろ発動したら何も考えず対角に移動します。これで OK です。怒りの炎、全体攻撃です。円光、足元にじわじわ広がる円範囲予兆が何度も発生するのでそれを避けつつ、さらにプレイヤーにも足元円範囲が発生するのでそれも避けます。この動画では3回して避けちゃってますが、そうではなくてプレイヤーは事前に1箇所に集まっておいた上で気持ち時計回りに回って避けようとするといいでしょう。というのもプレイヤー対象の足元円範囲は着弾後しばらく足元に残ってしまうんですが、1箇所に固まって捨てるとフィールドを潰す範囲が最小限に抑えられるためです。最後に頭ありが来るので全員駆け寄って受けます。強度の爆炎、全体攻撃とともにフィールドが元に戻ります。以降は気質ギミックです。アドバンスドバリアントダンジョンのボス解説は以上です。今後もファイナルファンタジー14の攻略動画作りますので、今回の動画が参考になりましたらチャンネル登録お願いします。動画の際は X で速報します。そちらもフォロー何卒楽しんでください。